皆さんこんにちは。菅製作所工藤です。私たちが普段目にしている半導体、新素材の研究、精密な分析機器など驚くべき技術の数々は真空プロセスという基盤の上に成り立っています。そしてこの真空状態を作り出すのに不可欠なのが真空ポンプ。特に幅広い分野で活躍するロータリーポンプは多くの現場でその性能を発揮しています。しかし、このロータリーポンプを使う上で絶対に見過ごせない、そして避けては通れない重要な問題があるのをご存知でしょうか。それがオイルバッグです。オイルバッグとはその名の通り、ロータリーポンプ内部の潤滑油が真空システム側へ逆流してしまう現象を指します。たかが油が少し漏れるくらいと軽視されがちですが、その影響は想像以上に深刻です。例えば何百万何千万円もするような高価な真空チャンバーが油で汚染され、研究結果の信頼性が失われたり、成果物そのものの不良に直結したりするケースがあります。最悪な場合、デリケートなターボ分子ポンプなどの高真空ポンプが油で汚染され、高額な修理や交換が必要になることも珍しくありません。汚染されたシステムの洗浄や修理には莫大な時間とコストがかかり、結果としてプロセス全体のダウンタイムを増やしてしまうんです。これは研究や開発の大きな足かせとなります。このような深刻なオイルバッグを防ぐためにどのような対策があるのでしょうか。最も確実で広く採用されているのが真空バルブによる隔離です。ロータリーポンプの吸気側に自動で開閉する真空バルブ、アイソレーションバルブを設置することで、油の逆流を物理的にシャットアウトします。最近のロータリーポンプの中には、吸気口側に逆流防止機構を備えているものもあります。吸気口側の逆流防止機構は、確かにオイルバッグのリスクを軽減させるために設計されております。しかし、これらの機構は完全なオイルバッグ防止を保証するものではありません。構造上、完全に密閉することが難しかったり、経年劣化や異物の付着で機能が低下したりしてしまうリスクも考えられます。そのため、最も有効な対策は、やはりポンプの吸気側に設置する電池駆動バルブです。このポンプは停電時のような不測の事態でも自動で吸気口を完全に閉じ、同時にロータリーポンプ側を待機開放することで、これ以上オイルバッグが進むのを根本的に防ぎます。ポンプ内部の圧力を大気圧に戻すことで、真空チャンバーからの引き込みの力が働かなくなり、オイルの逆流を確実に食い止めることができるのです。その他、低蒸気圧の油を使用したり、排気側にオイルミストトラップを設置したりする対策もありますが、これらはオイルバッグそのものを完全に防ぐものではありません。やはり物理的に流量を遮断し、ポンプ側を安全に大気圧に戻すバルブが最も安全かつ効果的な対策と言えるでしょう。そこで私たち株式会社菅製作所が提供する電磁ロータリーポンプバルブをご紹介させてください。このバルブは長年の真空装置開発で培ったノウハウを生かし、ロータリーポンプのオイルバッグ問題を根本から解決するために開発されました。その最大の強みは、ポンプの運転と連動した自動制御と確実なフェイルセーフ機能です。設置はとても簡単。ロータリーポンプの電源と電磁弁への入力ラインを並列接続するだけです。そうすることで、ロータリーポンプの起動・停止に合わせて、バルブが真空力、差圧を使って自動で開閉するんです。これにより、開閉に圧縮空気も不要となり、システムがシンプルかつ小スペースになります。そして、万が一の停電時にも安心してください。電力供給が途絶えれば瞬時に弁が閉じます。オイルバッグを確実に防止し、お客様の貴重な真空システムとプロセスを汚染から守り抜きます。さらにこのバルブは真空保持とポンプ側の待機弁当を両立できる優れものになります。ポンプ停止時はチャンバー側の真空を保持したまま
ポンプ側だけを安全に大気圧に戻すことができます。これによりポンプへの負荷を軽減し、次の起動もスムーズに行われるという大きなメリットがあります。それでは実際に私たちの電磁ロータリーポンプバルブがどのように機能するか実演でお見せしましょう。ではまずシステムの構成を説明します。こちらにロータリーポンプがありまして、ロータリーポンプ直上の真空度を測る真空計がこちらになります。で、真空度がこちらに表示されます。で、その上に、弊社の電磁ロータリーポンプバルブがあって、その後に、チャンバーを見立てたクロスの配管があります。で、クロスの配管の真空度がこちらの連成形で表示されています。それでは、ロータリーポンプをオンにしていきます。で、オンにしますと、連成形もすぐに真空になりまして、で、ロータリーポンプの直上の真空形も今30パスカルを切ります。っていう風に真空引きが問題なく進んでおります。じゃあ、この状態で、停電が起こりましたよという状態を再現してみたいと思います。それではオフしてください。はい、停電が起こりましたら、チャンバー側の真空度はピクリとも動きません。ロータリーポンプ側の真空度がこのように、10の4乗パスカルというふうにどんどん大気圧に向かって上がっていきます。チャンバー側の連成形は真空を保ったまま、ロータリーポンプはどんどん大気圧になっていてくれるということによって、ロータリーポンプからチャンバー側への、オイルバックを防止しているという仕組みになっております。もう少しですね。もう少しで大気圧になっていきます。少々お待ちください。はい、10の5乗パスカルになりまして大気圧になりました。ではこれがこの電磁ロータリーポンプバルブがなかった場合どうなるかっていうところをお見せします。はい、電磁ロータリーポンプバルブを外してただの L 型の配管に、切り替えました。この状態でまず真空引きを行っていきます。ポンプを動かしてください。はい、先ほどと同じように、真空引きを行っていきます。このように、真空引きを行いました。では、ポンプを止めて停電時を再現させます。お願いします。L 型のバルブだけ、電磁ロータリーポンプバルブを使わずに L 型のバルブを使用した場合は、こちらのように10の3乗パスカルで止まってしまうんですね。で、減圧環境下なので、ずっと待ってると、油の湯気が、チャンバーの方まで来てしまって、で、チャンバーの方に油の油膜で覆われてしまう。これがオイルバックなんですね。これを防止するために、この電磁ロータリーポンプバルブがあると、ロータリーポンプ側は大気圧に戻してくれるので、オイルバックがしなくなりますよということになります。以上で実演を終わります。最後にまとめです。ロータリーポンプを使用する真空プロセスにおいて、オイルバックは避けたいリスクの最たるものです。しかし、今回紹介したような信頼性の高い電磁ロータリーポンプバルブを導入することで、このリスクを大幅に低減し、安定したクリーンな真空環境を維持することができます。株式会社菅製作所は、お客様の研究開発におけるクリーンな真空環境の実現と安定稼働を真空機器の深い知見と経験でお手伝いします。どのような真空に関する課題でも、まずはお気軽にお問い合わせください。この動画が皆さんの真空プロセスをより安全でクリーンに保つ一助となれば幸いです。もしこの動画が役に立ったと感じたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。